どうやって理想のパートナーと出会うのか。それは私がずっと問い続けてきた内容です。子供の頃はディズニーのプリンセスのように、時が来たら素敵な人と出会っていつまでも幸せに暮らすのだと思っていましたが、大人になって社会に出てみると、結婚しても幸せそうに見えない人があまりにも多くて絶望しました。どうして愛し合って結婚してもその愛は続かないのだろう。結婚しても愛がなかったら苦しいだけじゃないか。でも確かに結婚して何年経っても幸せそうに見えるカップルもいる。その差は何だろう。私の中では最愛のパートナーを見つけることが人生の大きな夢でしたが、学校では教えてくれない。YouTube や本で調べてみてもあまりこれについて書いてくれてる人がおらず、自分で模索しました。約10年自力で探求し、今では自分の夢は叶ったと実感しています。もしかしたら私のようにこのことで悩んでいる人がいるかもしれない。そう思って今日は私が気づいた理想のパートナーを見つけるために心がけると良いポイントを5つお話ししていきます。1、理想のパートナーをはっきりさせる。私がパートナーに求める譲れない条件は何だろう。自分のパートナーはどんな人で、どこの国でどんな風に暮らしていて、どんな会話をしているだろう。こと細かくイメージしました。重要なのは心の底から自分が願っていることを知るということです。私の場合は一途の人というのが譲れないポイントでした。国際結婚がしたいからハーフか外国人、英語が喋れて結婚と家庭を考えている人、そしてお互いに好きと思える人、こんなイメージをしていました。2、環境を変える。本気で理想のパートナーと出会うんだと決意したら、環境を変える決断もできるはずです。自分が住んでいる場所、つるんでいる友達、自分の周りの環境がその夢に沿わないのだと気がついたら、思い切って変えていく必要があります。例えば私の場合、国際結婚をするという夢があったので、お世話になった職場を退職して地元を離れハワイへ移住しました。特に私が住んでいるハワイ島は大都会のオアフ島とは違い、田舎で家庭を築いて落ち着いて生活している人が身の回りに多かったので、私にはぴったりの環境でした。ちなみに私がハワイに移住した理由について語っている過去の動画もあるので、よかったら見てみてください。3、自分磨き、好きなことに没頭する。パートナーを本気で探しているからといって必死になって探したり人を追ったりすれば逆に逃げていきます。それはとても魅力的ではないんです。いつだって自分に自信を持っていつも余裕がある人はとても魅力的だと思います。特に運動はストレス発散にもなるし、体も引き締まって自信につながるのでとてもおすすめです。私はヨガやランニングが好きなので、ほぼ毎日運動を取り入れていました。そして仕事や趣味に没頭して自立した素敵な自分でいれば、そんな自分に見合うような素敵なパートナーが引き寄せられると信じています。4、直感に従う。アマゾンの創業者であるジョフ・ベゼスやアップルのスティーブ・ジョブスも言っている言葉で、最善の決定は分析ではなく心と直感で決まるという内容があります。パートナーを決めるのも直感はとても大切です。直感力を鍛えるためには常に自然にたくさん触れて五感をフル活用することもおすすめです。日頃から自然にたくさん触れて五感が刺激されていると、身体で感じる心地よさや違和感などが敏感に分かるようになってきます。また恋愛においてあまり大人数の異性と交際しないというのも直感力を磨く上で大切だと私は感じています。
これについては5つ目のポイントで説明していきます。5、本気の人としかデートしない。中途半端な関係は時間とエネルギーを奪い直感力を鈍らせます。お付き合いすると決めた相手は本当に自分がイメージした理想のパートナーなのか、その相手は長いスパンで私と本気で人生を共にしていきたいと思っているのか、寂しいからとか焦りからではなく、自分の心と直感に従って本物だと思える人以外デートしないというのが自分を大切にすることであり、運命の相手を見つける一番の近道です。容姿が素敵でセクシーな人は毎日でも見つけることができますが、人生を共にする真のパートナーを探すのであれば、その人の人格、人間性も見る必要があります。マッチングアプリなどで簡単にデートができる時代ですが、だからこそ正しいパートナーを見つけるのが逆に困難にもなり得ます。特に恋愛の始まりは好きという感情から正しい判断ができないことも多いです。そういう時は自分が信頼できる周りの人の意見に耳を傾けることも時には大切です。自分のことをよく分かってくれている第三者は自分以上に冷静に正しい判断ができてアドバイスをしてくれることも多いからです。実際私も兄弟の言葉でハッと気づかされたり、逆に周りの意見に一切耳を傾けず同じ失敗を繰り返す人も見てきました。ということで、この5つのポイントをまとめると、パートナーのイメージをはっきりさせる、環境を変える、自分磨き、好きなことに没頭する、直感に従う、本気の人としかデートしないということです。最後に、どうしてそんなに理想のパートナーに出会うことが大切なのかというお話をします。世の中では仕事、キャリアの成功をほとんどの人が求めますが、いくら仕事で成功してもパートナーとの関係がうまくいってなかったら本当の豊かさは手に入りません。むしろパートナーとうまくいってれば仕事も良い方向に向かっていくと思います。そしてパートナーと家庭を築く場合、夫婦の関係が安定していれば子供は安心して愛に包まれながら成長していくことができます。世界の青少年の犯罪者はほとんどが家庭環境に問題があります。私は一人でも多くの人が幸せな結婚をして虐待などから子どもたちを守りたいのです。次世代の平和を守るためにも良いパートナーと出会うということが全ての根源なのではないかと思います。もちろん完璧な人間なんていないし、もともと全く別の環境で育った2人が一緒に暮らしていくことは本当に大変なことも多いです。しかし私が一人で生きてきた時よりも何倍も幸せだと感じることも多いし、パートナーと紆余曲折しながら自分の魂も成長させてもらってるなと感じます。最後に、長い人生の中で自分がこの人だと確信を持って選んだパートナーがいると、その後たとえ魅力的な人が現れても迷うことがありません。この点から成り行きとか焦りから自分のパートナーを決めてなくて本当に良かったなとつくづく感じています。今もしパートナーを探している方は、あなたにとって本当に素晴らしい方と出会えることを心から願い応援しています。パートナーとすでに出会っている方は、どんなタイミングでどんな意識で出会えたのか、皆さんのストーリーもコメントなどでシェアしてくれるととても嬉しいです。それでは今日のお話はここまでです。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。私のチャンネルではラジオ形式でお話しする動画やハワイ生活の Vlog などをアップしていますので、気に入っていただけた方はチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。マハロー。